はい、皆さん、こんにちは。柴崎です。お家で一緒に絵を描こうのコーナーです。ね、もうね、ずっとうちにいると、ね、時々、ちょっとね、こ元気なくなっちゃうけども、でも、病気をね、人にうつさない。もちろん自分も病気にならないためにも、ね、お家にいて、今日一緒に絵を描きましょう。今日描くのはね、とっても身近にあるね果物です。リンゴを描きますね。こういう比較的簡単なものっていうのは絵の一番基礎のお勉強になるんですね。でそういう意味でもね、学生さんなんかね、美術の時間もうちょっと成績良くしたいなと思う方も役立つと思いますよ。はい、使う道具はいつもの鉛筆一本です。はい。そして消しゴムですね。あと、柔らかな紙。これもほんの少しあればいいですからね。はい。それではやってみましょう。さあ、今日描くのはリンゴでしたよ。じゃあちょっとね、お見せしましょうね。はい。リンゴといってもね、本当に種類が様々だから、形も少しずつ違うんですけども、とにかくこんなね、立体を描いてみましょう。まず手をぐるぐるぐるっと右から回したり左から回したりして、こうやって形を描いていきます。少し形を歪んでもいいからね、右回り左回りです。そしてまずね、鉛筆で軽く塗りましょうね。そうしたら光が上から来てます。こんな感じです。だから上の方が明るいんですね。まずそこを塗りましょう。こんな風にやって線を重ねます。そしてここが上だぞというふうに自分で納得させましょうね。で今度はここが縦の面です。上ではないところですね。ここは縦で上の面ではないですよという感じです。こういう書き方ですよ。なんか箱を書いてる感じ見えませんか？そう。実は箱のように書くんですね。さあ、上の面とそうでない面。今縦の面ですね。それを書き分けるために今塗ってます。どんどんほら縦の部分を暗くしていますよ。だから上の面縦の面ね、違いが見えたでしょ。では立体にしてみましょう。今度は縦の面をね2つに分けてみます。こんな斜めの線で右と左に分けます。当然光は左上から来ているので、縦の面だったらこっちの右の方が暗くなるんですね。そこをもう一回ここでゴシゴシ塗ります。ちょっとごめんね。僕は今力入れて書いてるからちょっとね言いづらい揺れてしまいましてね、画面が揺れて見にくいかと思います。はい、ここゴシゴシこっちですね。こう塗ります。こうですね。どんどん暗くなってきます。鉛筆に力を入れて線を重ねてね、暗くです。これはあれですね、学校にね通ってる若い方たちももう少し絵が上手になったらいいかなと思う方はね勉強になります。ここは下の方はちょっと明るいんですよ。これはこのようにね、光が地面から跳ね返っているために下の方が明るくなっています。こうですね。
今リンゴを描いてるんですけども、これはね、絵のね、基礎的な勉強にとってもなります。さあ、向こうとこっちに丸くなるように、向こう側を少し暗く塗りましょう。こうですね。ほら、だんだん丸くなってきました。うん。こうだね。でもなんか、まだちょっと箱のように見えるでしょ？これがね、大事なんですよ。丸いと言ってもね、ただつるりと丸く描くだけじゃダメなんですね。丸いものも、こう箱のような、ね、立方体のように描くことが大事です。さあ、どうでしょう。ね。そしてリンゴ、こう、そうですね。下の方にして少し細くなっているので、ね、だん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 下の方に来るに従って暗くします。こうやって。このようにですね。下の方が暗いわけです。ね、だいぶ立体に見えたでしょ？ぐい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 と強く描きましょうね。そう。ね、これは絵のね、基礎的な勉強ですよ。ね、立体を描くための基礎的なお勉強です。さあ、丸く見えました。はい。ではちょっとね、リンゴのお尻の形描きましょうね。今日はこんなね、3つの山に描きます。そして、ここに少し軽くね、鉛筆の色をのせておきます。はい。さあ、どうでしょう。ねえ。だいぶいいですね、立体に。ここですね。ここ。ここ、ヘタと言いますね。ヘタのへこみを描きます。ちょっとまずこうやって描いたら、光が、斜めに左上から来ているので、こっち側が、左側が暗くなるんですね。ぐっ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 とこう、もう鉛筆の線を残しながら描きます。ほら、穴が開いたように見えてきたでしょ？こうです。ここは大事ですね。ぐっぐっぐっですね。鉛筆の線でギュッと描いちゃいましょう。さあ、リンゴのヘタのね、穴が開いてきましたよ。さあ、もうちょっと日陰のも塗ってやろうかな。さあ、今度は、今から光をね、つけています。消しゴムでここにね、ハイライトというものを作ります。ここが一番光が強く当たってるんですよっていう部分ですね。ここです。うん。こんな感じだよ。これがハイライトです。そしたら、今度は同じ考えで、ここですね。ヘタのへこんだ中、ここをこのように明るくします。そうすると、余計にここにへこみが見えてくるんですね。ほら、こんなとこが大事なんですよ。リンゴらしくなってきたでしょ？そうしたらここにヘタを描きましょう。こんな形だよね。ギュッギュッギュッと描いちゃいます。さあ、ヘタが描きましたよ。急にリンゴっぽくなったね。うん。もうちょっと丸くしようかな。もうちょっと丸い方がいいかな。でもこれはもう皆さんたち自由ですね。さあ、ねえ。こんな風にやると、ほら、ねえ、立体としてリンゴが見えてくるのね。さあ、小さいお子さんもリンゴ描いてますか？小学生の皆さんも描いてますか？中学生や高校生の方はね、もう本当に美術のね、時間と同じですね。立体に表現というものの勉強になると思います。
ねえ。下の方が来ると暗いんですよ。こうやって。少し丸いタッチもこう、ね。丸いようなタッチも鉛筆でこう加えてあげてもいいですね。はい。さて、リンゴができてきたのでね、床に影を描きましょう。まず水平の線でこのように描きます。水平の線をね、柔らかく重ねましょう。スッ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 と。それから、ここの地面についたとこね、ここを特に暗く描きます。ここは大事ですね。こうやって。それでその暗さを少しこっちまでこう伸ばします。うん。ほら、地面に置いてある感じ見えてきた？そうしたら、ここで今度はね、柔らかな紙で軽くこれをね、日陰のとこですね。こういうとこをこすって、鉛筆の線を少し消します。日陰の部分ですね。日陰の部分を少し鉛筆の線を消す。こうですよ。ソフトにします。ぼんやりとグレーにします。ここの影のところもこすって、ほら、ちょっとぼんやりさせます。うん、こんな感じだね。さあ、どうでしょう。ね、雰囲気見えた？さあ、皆さんできたかな？どうですか？はい、出来上がりです。はい、リンゴですね。どうかな？皆さんも丸く上手に描けた？ねえ、お父さんお母さんと一緒に絵を描いてくれた小さいお子さんもきっと楽しかったと思います。またすぐにね、一緒に絵描きましょう。今日はありがとうね。ステイホーム。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。